モットチャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。モットです。今回も DIY 工房を進めていきます。ゴールデンウィーク中も細々したところの修正をしたり、ちょっと加工をしたりっていうのをやってました。ただまだ大きい部分っていうのはまだやってなくて、今回からこの中の進めていこうと思います。で、まずはじめに、ここに棚をつけようと思います。今回使うのは、板厚が 25mm のタモ材です。もともと本棚か何かに使われていたものを解体して持ってきました。で、一部は旧 DIY 工房の棚にしたんですけど、この残りの材料、これをつないで一枚板にして棚にしようと思います。で、前回は空中に浮かせるためにかなり細かい加工をして強度を持たせた一枚板の作り方したんですけど、今回は3面を指示できるので、どちらかというと、簡単に作っていこうかなと思ってます。ここには83センチぐらいのと40センチ弱のものの材料しかないです。で、これをこの工房の横幅2メーター25センチ6、7ミリぐらいの幅にしていきます。今回の加工は合鍵加工でつないでいくんですけど、先に、これ自体が端材ではあるので、必ず直角になっているか、先に確認します。で、今回は接合部分を3センチ加工しようかなと思います。トリマーを使ってサクッと加工します。前の工房ではトリマーってどうしても加工音が大きくて使えなかったんですけど、ここでは思う存分使えるので、サクサクっとやっていきます。で、今回は 30mm 幅を描いていくので、16mm のビットを使います。25mm 厚の板を2枚重ねていくので、この出幅をまず 12.5mm で合わせます。ラフな接合で大丈夫な場合は、もうこのまま加工していけばいいんですけど、面をきれいに揃えたいなという時には、同じ板材の端材、これを使って確認をします。このくらいだったら、このままいっちゃってもいいんですが、もう少し詰めてみます。これで前回よりはだいぶ薄く、もう薄皮程度ぐらいになっているので、これだったら、OK かなというレベルだと思うので、このセッティングでいってみます。
いかがだったでしょうか。今回はこの棚を作っただけなんですけど、なるだけ使える材料はリサイクルして大切に使って、そして少しずつこの工房も充実していくかなと思います。次回は今度作業台を作るかな。作業台を作ったり、この壁の収納とか、そろそろ具体的に考えていこうかなと思っています。それでは次回の動画でお会いしましょう。